こんにちは。ゼロから宅建士第2回です。今回からいよいよ本編、最大の得点源である宅建業法に入ります。テーマは免許制度の基本です。そもそも宅建業とは何か、どんな場合に免許が必要なのかをゼロから解説していきます。免許制度は、この後学ぶ宅建業法すべての土台になる重要テーマです。まず、宅建業法がどんな法律なのかを確認しましょう。宅建業法は、宅建業を営む者に免許制などのルールを課す法律です。目的は、専門知識のないお客さんを保護し、取引を公正でスムーズにすることです。前回お話しした通り、試験では50問中20問を占める最重要分野です。では、免許が必要になる宅建業とは何でしょうか。定義は、宅地または建物の取引を業として行うことです。ポイントは3つの要素に分解して考えることです。宅地、建物、取引、業の3つすべてに当てはまると免許が必要になります。逆に1つでも外れれば免許は不要です。それでは3つの要素を順番に見ていきましょう。1つ目の要素、宅地の意味から見ていきます。宅地とは、まず建物が建っている土地と建物を建てる目的で取引される土地のことです。例えば、家を建てる目的で取引される山林や農地も宅地にあたります。さらに、領土地域の中にある土地は原則としてすべて宅地として扱われます。ただし、道路や公園など公共施設に使われている土地は除かれます。登記上の地名が田や畑でも関係なく、現況と取引の目的で判断します。二つ目の要素は取引です。取引にあたる行為は、この通り全部で8つです。まず、自ら当事者として行う売買と交換です。次に、他人の代理人として行う売買交換、解釈です。そして、当事者の間を取り持つ媒介による売買交換解釈です。2たす3たす3で合計8つの行為になります。ここでお目戸の左上に注目してください。自ら解釈だけは取引に含まれていません。つまり自分の物件を自分で貸す自ら貸借に免許はいりません。アパートやビルの大家さんに宅建業の免許が不要なのはこのためです。借りた建物をさらに他人に貸す天体も自ら貸借にあたるので免許は不要です。いわゆるサブリース事業もこの天体にあたります。ただし、他人の貸借を代理や媒介で仲介することを業とする場合は免許が必要です。自ら貸借は試験で何度も問われる今日一番のポイントです。三つ目の要素は業です。業とは不特定多数の相手に反復継続して取引を行うことです。例えば、自分の土地を10区画に分けて広く一般に売り出せば業にあたります。一方、自社の従業員だけに売る場合は、相手が特定されているので業にあたりません。また、土地をまとめて1回だけ売却する場合も反復継続がないので業とは言えません。ここまでの知識を事例で確認しましょう。自分のアパートを自ら貸すのは自ら貸役なので免許は不要です。賃貸物件の媒介を業として行うのは立派な宅建業なので免許が必要です。自分の土地を多数の区画に分けて販売するのも免許が必要です。ビルを一棟借りて多数の人に転売するのは自ら貸役なので免許は不要です。誰の立場で何をするかに注目すると迷わず判断できます。次に、例外として免許がなくても宅建業を行えるものを紹介します。まず、国や地方公共団体にはそもそも宅建業法が適用されません。ですから、県が宅地を分譲しても免許は不要です。また、信託会社や信託銀行は
国土交通大臣に特出をすれば、免許なしで宅建業をつなめます。なお、一般の人が無免許で宅建業を営むことや、業者の名義貸しは固く禁止されています。ここからは、免許を誰から受けるのかを見ていきましょう。区別の基準は、事務所をどこに置くか、ただそれだけです。事務所が一つの都道府県内だけにあれば、その都道府県知事の免許です。例えば、東京都内に本店と支店を置くなら、東京都知事免許になります。事務所を2つ以上の都道府県に置くなら、国土交通大臣の免許です。注意してほしいのは、免許の種類と営業できる範囲は別の話ということです。知事免許の業者でも営業活動自体は全国どこでも行うことができます。基準になる事務所の範囲も確認しておきましょう。本店はそこで宅建業を営んでいなくても常に事務所として扱われます。支店で宅建業を営む以上、本店は全体を統括していると考えられるからです。逆に、支店は実際に宅建業を営んでいる場合だけ事務所にあたります。また、契約を結ぶ権限のある人を置いて、継続的に業務を行う施設も事務所です。本店は常に事務所という引っ掛けは品質なので、必ず覚えてください。免許の有効期間は5年です。知事免許でも大臣免許でも同じです。続けて営業するには免許の更新を受ける必要があります。更新の申請期間は有効期間満了の90日前から30日前までです。申請をしたのに満了日までに処分がされないこともあります。その場合は従前の免許が処分があるまで引き続き効力を持ちます。更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から数えて5年です。5年、90日前から30日前という数字はそのまま出題されるので必ず覚えましょう。事務所の構成が変わると免許の区分も変わることがあります。例えば、東京都知事免許の業者が大阪にも事務所を新設したとします。この場合、国土交通大臣免許への免許替えを申請しなければなりません。反対に、大臣免許の業者が事務所を一つの都道府県内にまとめた場合も免許替えが必要です。免許替えで新しい免許を受けると、有効期間は改めて5年になります。ここで今日のクイズです。A さんは自分が所有するアパートを不特定多数の人に反復継続して貸しています。この場合、A さんに宅建業の免許は必要でしょうか？少し考えてみてください。正解は B の免許は不要です。自ら貸借はそもそも取引に当たらないからです。相手が不特定多数で反復継続していても、この結論は変わりません。今日のまとめです。宅建業とは、宅地建物の取引を業として行うことです。自ら貸借は取引に当たらないので、同屋さんや天体に免許は不要です。免許は、事務所が一つの都道府県内なら、知事、二つ以上なら国土交通大臣です。有効期間は5年で、更新は満了の90日前から30日前までに申請します。この3点を押さえれば、免許制度の土台は完成です。次回は、宅建業法の第2回免許の欠格事由です。破産や刑罰など免許をもらえない人の条件を5年ルールを中心に整理します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは、次回お会いしましょう。